皆さんこんにちは、のばなです。今日はオーガニック食品や自然食品が豊富に並ぶホールフーズマーケットというスーパーにやってきました。オーガニック食品のみで生計を立てるのは不可能ですし、それよりも砂糖や植物性油を取らないことの方が大事だと個人的には思っています。ですのでスーパーはどこでもいいんですが、一度ホールフーズがどんなスーパーなのか見たかったんですよね。野菜や果物が本当にきれいに陳列されています。富士りんごが好きなのでいくつか買っていこうと思います。というのも、いつも行くドイツ系スーパーのリードルには富士が売られていないんですよね。私が子供の頃に比べたら果物は甘くなりすぎて、果物だからと食べ過ぎていたら血糖値は上がる一方なんだろうなと思います。私が大好きなワイン売り場に来ました。せっかくなのでアメリカにいる間にカリフォルニアワインを楽しもうと思っています。グルテンや砂糖、植物性油を取らないと言いながらお酒は飲むんですねという声が聞こえてきそうですが、はい、飲みます。でも毎日はさすがに飲みません。大好きなチョコレートももう食べたい意欲がなくなったので、決意したらお酒もやめれる気がします。皆さんは最近何かやめたことはありますか？それをやめたことで良くなったことなどがあれば、よかったらコメント欄で教えてください。アメリカ暮らしが始まってから、アメリカ在住 YouTuber さんの動画を拝見する機会が増えたのですが、最近は大統領選挙についての動画がたくさん上がっていますよね。私はアメリカ国民ではないので、こちらでの選挙権はありません。夫もドイツ国籍なので、選挙権はありません。アメリカでは政治・宗教についての話はタブーらしいので、私も積極的に政治についての話はしません。そもそも英語がわからないという問題もありますが、それぞれがそれぞれの正義感を持って話すので、政治についての話題はその場が平和ではなくなる気がします。いろんなニュースを読んだり、YouTuber さんたちの意見を聞いたりしますが、世の中、もう何が真実なのかわからなくなってきますよね。私が望むことは、これからを生きる子どもたち、これから生まれてくる子どもたちが希望を持って健康的に生きていける世の中になってほしいということです。私も誰かに守られて生きてきました。今も誰かに支えられて生きています。私が世の中のためにできることなんてほとんどないのかもしれませんが、この動画がどなたかのお役に立てば本当に嬉しいなと思いながらいつも動画を作っています。ドイツからアメリカへ引っ越しをする際に、アメリカで長く暮らしていた女性に言われたことがあります。子供たちの安全だけは気をつけてください。絶対に目を離さないようにと。アメリカ暮らしと聞いてキラキラしているように聞こえますか？実際は買い物やどこかへ出かけるたびに子供たちが常に私の視界の中にいるかを気をつけています。日本やドイツだと子供たちだけでお菓子を選ばせたりしていましたが、ここでは絶対にできません。気をつけすぎじゃない？そんなんじゃどこにも行けないと言われてしまいそうですが、ぼーっとしていたら何が起きるかわかりません。この国で実際に起きていることに目を向けることは大事だと思っています。3年間お世話になるからこそ、ちゃんとアメリカのことを知りたいと思っています。この3年間で
アメリカのいろんなところへ行ってみたいなと思っているのですが、飛行機代もホテル代も本当に高くて、そんなにお金を出してまで遠く行かんでもいいかと思うようになってきました。さて、皆さんが大好きなチョコレートコーナーに来ました。以前ならここで絶対2枚は買っていたと思いますが、もう買いませんよ。お次は石鹸売り場に来ました。ラベンダーの香りって本当に癒されますよね。娘が気に入ったようなので、一つ買っていこうと思います。夫も一つ石鹸を試してみたいらしいので、合計二つ買っていこうと思います。小さいサイズの石鹸の詰め合わせセットがあったので、今度日本に帰国する時のお土産にいいかなと思いました。皆さんは石鹸をお土産でもらうと嬉しいですか？ドイツのベレダの商品も売られています。さて、合計金額はいくらだったのでしょうか？アメリカに来て家計簿をつけ出したのですが、毎月の食費が本当にすごいことになっています。平日、子供たちが学校へ行った後は、玄米を炊いたり、掃除をしたり、オンラインで英語の授業を受けたりしています。先日、私たちが住んでいるエリアの人たちが集まるワインパーティーがあり、勇気を出して参加してきました。もちろん、英語のみでちんぷんかんぷんな時間が流れていきましたが、自ら英語のコミュニティに入っていかないと全く成長できないと思ったので、ちんぷんかんぷんではありましたが、思い切って参加してよかったなぁと思います。あと、アメリカ人がそうなのか、南の人々がそうなのかはわかりませんが、基本的にザ外国人の私がそこにいても、ウェルカムな雰囲気なんですよね。移民大国だからと言われたらそれまでなんですが、新しく引っ越してきた人を温かく迎えるというのがご近所さんからも伝わってきて、素直に嬉しいなと思います。2ヶ月に一度ワインパーティーがあるようですし、また勇気を出して次回も参加したいなと思っています。ちなみにそのパーティー、女性ばかり25名ほど集まったのですが、主催された方のそのお家がもうめちゃくちゃ大きくて、プールもあって、ソファーもいくつあんのって数え始めてしまいそうなくらい豪邸でした。YouTube でお話しできないことは、またインスタやボイシーの方でお話ししたいと思っています。アメリカに来てもうすぐ3ヶ月が経とうとしていますが、本当にいろいろと思うことがあります。またインスタライブをしますので、お付き合いいただけると嬉しいです。さて、先日コストコで天然のサーモンを購入してきました。養殖サーモンとは全然色が違いますよね。養殖サーモンは脂の乗りが良いですが、天然のサーモンはさらっとしている感じなのでしょうか。食べてみるのが楽しみです。日本ではサンマ、イワシ、サワラ、ブリなど、とにかくお魚の種類が豊富ですよね。こちらではそんなに青魚が手に入らないんですよね。私が探しきれてないだけかもしれませんが、ドイツではサーモンやタイ、サバをよく買っていましたが、アメリカで売られているお魚にもチャレンジしていきたいと思っています。
アメリカのご家庭でよく食べられるお魚は何なんでしょうか。アメリカ在住の方、よかったら教えてください。ニューヨークにあるライスファクトリーさんから購入した味の母、こちらを使って蒸していきます。リールで買ったオクラが普通にスーパーに売られていることに最初感動しました。オクラや納豆、山芋などネバネバしているものが大好きです。そういえば山芋はまだ見たことがないですね。アメリカのローカルなスーパーにも山芋があるのか気になります。植物性油を使わなくても意外に料理はできるんだと驚いています。シミの原因も植物性油が大きく関係していると学びました。体にいいと思ってオリーブオイルをたくさん使ってきたのですが、ここ数年で一気に増えたシミの原因の一つになっていたのかと驚いています。私の祖母はシミがほとんどなく綺麗な肌だったのですが、確かにオリーブオイルを使って料理なんてしてなかったし、揚げ物もほとんどしてなかったなぁと、その頃の祖母との時間を思い出すとめちゃくちゃ納得です。アメリカに来て3ヶ月が経とうとしていますが、基礎化粧品がどれが良いのかさっぱりわかりませんでした。でもドイツで美容の商品を取り扱っている美容ラウンジさんがアメリカにも商品を配送しているということで、ドイツの基礎化粧品を送ってもらうことにしました。私がオンラインショップをオープンするときにもいろいろとアドバイスをくれた方で、とても信頼できる店長さんなんですよね。久しぶりに見るドイツ語。包装もプラスチックではないんですね。私はこのマルティナの基礎化粧品を使うのは初めてです。お肌の変化を楽しみにしていますが、どれだけ外から良いものを塗っても体の中が変わらなければあまり効果は得られないと思うので、何を口にするのかにも気をつけていこうと思っています。ちなみにこの小包、ドイツから10日ほどで届きました。私もドイツにいた頃はオンラインショップをしていたので、その頃がもうとても懐かしいです。アメリカでもオンラインショップをしようかと考えましたが、税金のこと、日本までの送料のこと、いろいろ含めてまだ検討中です。日本までの送料がとにかくドイツとは比べ物にならないくらい高いんですよね。なのでオンラインショップを始めても送料だけで相当高くなると思い、それもあって検討中です。以前から私のチャンネルを見てくださっている方も、最近チャンネル登録をしてくださった方も、日々お忙しい中、私の動画を見てくださり、本当にありがとうございます。3年間限定のアメリカ暮らし、アメリカでしかできない体験をたくさんしていきたいと思っているのですが、旅行にお金をかけるのではなく、
普段楽しめることにフォーカスをしようということで、中古でボートを購入しました。ボートと車で運ぶためのトレーラーを含めて$1000以下でした。これをまたドイツへ帰る前に売るので、結構いい買い物だったと思います。息子が釣りが大好きなので、ボートを購入して本当に幸せそうです。子供たちがとにかく3年間楽しかったと幸せな気持ちでドイツへ戻れるように、私たち親はサポートできたらなと思っています。寒くて雨の多いドイツではなかなか体験できないことをここアメリカで体験できることに感謝です。そして今日も最後まで見てくださってありがとうございました。